鹿児島県南さつま市。ここには昔、万世陸軍航空基地という特攻基地があった。基地の跡地には小さな記念館が残されている。記念館の入り口近くに飾られた少年兵の写真パネル。彼らは陸軍少年飛行兵、第72新部隊に所属していた、れっきとした軍人で、ここから飛び立った特攻隊員。この写真は、特攻出撃予定の2時間前に撮影されたという。死を間近に控えているのにもかかわらず、笑顔を浮かべる10代の少年たち。僕はそんなに笑顔と思う。だからみんなは笑顔って言うんだよ。強制的にこんな顔がこういう顔に笑えるかどうか、自分が強制的に笑わされたら分かるはずでしょ。笑いって言われるから。本当の笑顔ですよ。あれが普通の顔、彼らの。この時代だったらみんな笑うと思う。なんかおかしいことあったら。だけどあの人たちのことだからね、と思いました。今の高校生と同年代の少年たち。死を目の前にして、なぜ笑えたのか。とにかく戦争に勝たなくちゃならないという渦巻きの中に放り込まれているわけだ。当時の少年たちは、物心がついた時には戦争が始まっていて、それは日常となっていたという。戦時中でしょ。ね、我々が教育受けたっていうのはね、中学、小学校の時からも軍国基地の中で教育受けたわけですよ。子供の雑誌を見たって軍国美談でしょ。爆弾三勇士がどうだとか、何々大尉がどういうふうにしたとか、そういう英雄主義をかきたてるわけでしょ。それがいわゆる子供にとってのヒーローでしょ。だからそれに憧れるわけだね。とりわけパイロットが人気で、多くの子供たちが空の戦士に憧れを抱いた。それは今の子供たちがサッカー選手に憧れるかのようだったという。しかし、空の戦士の行く先は戦場だ。そこに恐怖心を抱かなかったのか。戦うっていうことは、なんですから、子供同士の喧嘩と同じぐらいに、ねえ、もうやっつけてやるっていう。で、要するにアジアの人々っていうのは、日本を除いては遅れた民族だと。だから西欧人に攻め込まれるんだと。実際にそうじゃないかと。だから我々こそが東洋平和のために頑張るんだということなんだよね。写真の少年の一人、荒木幸男さんも自ら少年飛行兵になることを志願し、15歳で陸軍の飛行兵学校に入学した。勉強がものすごくよくできたんですよ。荒木は空転、バク転、あんなのね、早いです、できるのは。だから運動神経が発達してましたね。これ卒業するとから1300人の中で一番優秀なあれで陸軍総監賞をもらって卒業しているんですね。生徒の中でも活発な元気のいいあれで、でも反面おとなしかったですよ。荒木幸男さんと一緒に写真に写っていた千田隆正さんも志願して陸軍少年飛行兵の道へ。かわいいきみちゃん。〇〇にて入れた赤色のは高橋峰義くんがくれたもの。
かぶって遊ぶ姿が見たいものだね。兄さんの靖国神社へはこれで来てください。待っていますよ。これそう優しい方は優しかったですよ。ちょっとかしきだったわね。どうも。はっきりと待てる男ですよ。それは女性にですか？これは人当たりがいいでしょう。写真の少年らを知る元同期は、彼らが普通の少年であったと話す。だからさっきも言ったようにちょっとやんちゃ坊だったなって思う。ちょっとやんちゃ坊主。で飛行機に乗っとる時、そういう時はちゃんとしてますけど、で上に立ってちょっと横向いとる高橋峰義っていうのは、彼もね、そんなにおどけてるような子じゃないですよ。あの時は偶然にああいう顔になってますけど、あいつが一番子供みたいだったなって言ってましたよね。少年らしい少年だった。特攻隊に行ったからって別に変わった少年はいなかったですよ。みんな普通の、本当に普通の少年です。しかし、少年飛行兵の教官から見た少年兵の表情は違った。あれもそんなの見えんよ。子供とかそんな感じじゃない。大人扱いしているからですよね。しっかりしておりましたね、とにかく。とにかく一生懸命だから、とにかくもう飛行演習ね。この連中はもう特攻に自分で行きますって言って、もうですね、もう俺たちがやらには誰がやるかしらですね、さあやるぞっていうのも、その精神力がやっぱり一番あったと思うんですよね。写真の少年たちは飛行学校を卒業した後、念願のパイロットとなり、第72深部隊に所属。訓練で各地を転々としていた。高まる気持ちとは裏腹に、実戦に臨むことはなかった。一方戦況は悪化の一途をたどっており、特攻が攻撃、そして防衛の主軸となっていた。1945年3月30日、第72深部隊に特攻の命令が下った。写真の少年の一人、千田隆正さんは、基地から近い実家へ一時帰省していた。元気なことは元気だよ。もういつもの通りですよ。おふくろにも言わないで。親父だけにはそう言っていた。親父はおじさんには言ったけどね、そういうことは僕聞いとらん。はい、特攻隊に行くってことは。子犬を抱いていた少年の荒木幸雄さんも、群馬の実家に帰っていた。毎年会いに来たっていうだけさ。僕素直にね、今これから伝えたいことがあるからみんな集まってくんねかい。神棚を背にして彼が去ってお膳の前にみんな周り囲んだわけで、それぞれの定位置があるから。で買ったら彼は上がってきて正座したんですよ。だから正座したから直感的に僕はね、もう特攻っていう意識したわけ。特攻って表現使わないよ。使わないけどそれを意識したわけで、そしたら第一声がこの度大命が下りましたって、これだけで、僕は分かってる、両親は分かんないよね、言葉でなお分かんない、弟は。で僕が今どこにいるんだって聞いたわけ。今岐阜にいるよって、こういう表現だけなんですよね。でいつ出るってそれは分かりません。無表情だね。その後そういう一言言ってから質問に対して喋るようになったわけだけど、これ崩さなかったよ。後日、今度は兄の誠一さんが荒木さんの元を訪ねた。旅館でね、子供の時の馬鹿げた話とかね、それからあとはね、彼がうんと心配したのが一番心配したのは両親の後のことを頼むってことなんですよ。特攻の話をしたんですか？一言もない。それはうちに来た時はそうないから。
特攻の話はしようと思って言わないから僕も分かる。覚えてるのが、あとはね、俺お金がいらねえからね、送り持ってってくんねえかいっつってね、財布から出して10円札でなんかそういうのを少し預かったね。いや、ごく普通ごく普通、なんていうかな、緊張してたからな、こうやって教師の礼してる時と違って、あとは寝てる時あるよ。それでさ、こういう調子だから、それはもう全く普段って話ねえ。ちょっと分かんないけどね、本人のあれはね分かんないけども、僕自身はなるほど覚悟してるんだなと、俺より強いなと。だから僕のことばっかし。それが兄弟の最後の別れになった。最後まで特攻については一切語らなかった荒木さん。何が彼を特攻へと動かし、何が彼を沈黙させたのか。19歳の時、実際に出撃をした元特攻隊員の板津さんは、特攻についてこう語った。親に話してない。悲しむも大事で、突然死んだ方がいいんじゃない？可愛い妹がおり、両親がおり、そういう人たちがどんどん毎日空襲を受けてやられてるのを、それを自分たちが率先してそこで防いで何とかしたいという気持ち、命が欲しいなんて、国が潰れたら何にもならんもん。同じく19歳の時、特攻出撃をした元少年飛行兵の島田さん。そうだね。嬉しかったね。自分の気持ちが通ったってことだね。自身の戦争体験を綴った本には、特攻への配属が決まった日のことが詳細に書かれていた。次の者に陸軍特別攻撃隊を命ず、島田正幸と同僚の一番先に読み上げられた。瞬間、体中に得体の知れない熱い電流が走り、同時に体全体が硬直するのを覚えた。空に戦い空に死する戦士としての本懐だ。これに優る栄誉はないのだ。その頃の部隊の中の皆さんの心情として、志願しない方がおかしい。だからそういうことが今の人には絶対分かりっこないってことです。一方で別の思いを明かす元少年飛行兵もいる。今までね、上でさ、こういうね、機動訓練やっておってさ、ぶつからない絶対ぶつからないって訓練したのがね、今度は爆弾かかってぶつかれてるでしょ。こんな矛盾したことあるかと思ってね。しかし特攻の訓練が始まると別の感情が湧き出てきたという。はっきり言うと認められたと思ってる。ある面では矛盾するけどね。だって考えたって結論が出るわけないんだもん。一瞬女の子ね、手も握ったこともないのに、そんななんで死ななきゃいけないのかとかね、対立するの、それをね、めめしいとかね、部のためだから今やらなきゃ誰がやるんだって。嫌だと思うさ、人間だから。だってそれが許されないんだよ。死ぬのは嫌だなんて、そんなことは許されない。もう強制的でしょうね。一応希望で。希望やけど、強制と希望とどげん違うんですか？だって時代が嫌って書かれんけん希望しただけですよ。私は嬉しくなかった。本当のこと言うて、だってタイに行ってから嬉しくないって言われるんですよ。時代が時代やけん。特攻隊に入ってよかった喜んどるって言わない関係言うだけで実際は嬉しくなかった嬉しかったって言うとは表面だけでしょうが本当に嬉しかったか聞いてみらんですか。浸透ないけん嫌ですよ。名誉とはもう言いよったですよ。だって名誉かけて死ぬとはもうそれなきにはなれんじゃん。本当そういう立場になったらやっぱり難しいですよ。
5人が所属した第72新部隊。宴会の席で一人の少年飛行兵は死が近づき、心の葛藤で涙を流していたという。5人の少年とその仲間の遺品が多数残されている場所がある。ですけれども、ここに戦時中に特攻隊が宿泊をしておりました。彼らは出撃命令が出るまで佐賀県にあったメタバル基地で特攻訓練をすることになり、近くにあったお寺に滞在していた。まさかそんな重視っては知らなかった。後で聞いて、この人は歌も上手だしね、ちょっと怖いような感じでしたよ。しっかりしていらっしゃるからね。お寺で隊員の世話をしていた弟子丸静江さん。当時17歳で、写真の少年たちと同世代だった。この方はもう全然、表に出さなかったように思いますよ。表に宴会っていうか雑談ですね、してらっしゃる時に、その隊長を一番着ていくなら俺がその一番を隊長を越して一番で行くや中から言ってらしたですよね。笑わせてね、何でも笑わせて面白い方でした。この人はおしゃれな方で香水をずっとつけておられました。なんていうんですかね、目立たないし、荒木さんはちょっと物静かな方でしたね。そしてすごく勉強家で。第72新部隊はよく歌を歌っていたという。彼らを慰めるため見舞いに訪れた人にも歌を披露した。どちらが慰められているのかわからなかったという。そんな自分たちの部隊を彼らはこう呼んだ。いつもほがらかったって言ってらしたからね、みんなほがらかにしとこうだって言って。今日はもう何も命令がないと言うて分かったら、みんな外に出て遊んで、自転車に乗ったりしてね、遊んで、で自転車にぐらっとするとみんなそれじゃ飛行機と掃除ができるのちゅうて。しかしこれは荒木さんの手記。5月20日日曜日、明日出撃せよとのありがたき命令を受く。ただ灌漑無料、一撃合鎮を期すのみなり。命令が、下った時のその顔がコロッと変わりますもんね。ちょっと近寄りがたい緊張感がおられました。20日の命令は悪天候で順延。24日、新たに命令が下り、彼らは万世陸軍航空基地へ移動することになった。荷物を整理する中、荒木さんが弟子丸さんの元を訪れた。ハーモニカ、こんな小さいのよ。そんなに大きくなかったですけど、もういらんからっていうことでしょうね。もう別にね、もうまさかその基地だけのガソリンを積んで。で兵装はもうすごく朗らかで、もう歌を歌ってねおられましたけど、まさかその死ぬということを考えて大勢の人に見守られる中、隊員たちはお寺を後にした。悲しい表情を一切見せず、歌を歌い、最後までニコニコと笑顔を絶やさなかったという。あと何日かの命、ということを分かった上で、彼らは笑ってみせた。
千田さんが特攻に向けて書いたと思われる歌が実家に残されている。ああ、悲しいかなは必要なし。何も俺は悲しいわけは一つもない。ただ木でいっぱいなり。豪快な文字で威勢よく特攻への思いを綴っていた。一方でお寺に残されている隊員たちの寄せ書きでは大きく死と書いていた。お寺には荒木さんが最後に一筆求められて書き残したハンカチもある。ただ一筋に行く。5月25日、第72新部隊は出撃の地、万世陸軍航空基地へと到着した。翌日、出撃予定時刻の2時間前、あの写真が撮られた。写真を撮ったのは新聞記者。荒木さんが抱いている子犬は捨て犬で、隊長が餌付けをし、隊員らで可愛がっていたという。実は同じ日に撮られたもう一枚の写真がある。他の第72新部隊の隊員らが撮られた写真だ。彼らもまた笑っていた。出撃の直前、極限の状況に置かれながら、自分が間もなく死ぬと分かっていて、笑顔を残した少年たち。この日は雨のため出撃が中止となり、翌日に延期された。突然、彼らの人生が一日増えた。最後の夕焼け、最後の夜。迫り来る人生の終わり。あんまりね、なんかね、三角ぐらいだったんだね。元特攻隊員の島田さんは、19歳で迎えた出撃前夜、床に着いた時のことをこう書いていた。突然、声を噛み殺してすすり泣く声が聞こえてくる。私のすぐ隣で A 君で、その隣からの B 君の声だ。思わず、ぎゅっと胸が締め付けられる感に襲われる。まだ誰も眠ってはいない。よくわかるのだ。B 君だけではないのだ。こうして一人陳死の中にいるとき、何とは知れず、じっと耐えねばならない心の中の鈍重な塊があるのだ。軍人として、ましてや栄光の特攻隊員として口に出しては言えぬが、それは父母から授かった父母と共に生きる生命への愛おしさの重みといったものかもしれない。自分も泣きたいと思ったね。ただ投げてくれたよね。第72新部隊は出撃前夜、旅館で最後の手紙を書いていたようで、翌日27日消印の手紙が数々残されている。しーちゃんよりいただいたお人形もしーちゃんが共にいると思って可愛がっております。そして共に空母を轟沈させてあげます。何とぞ安心のほど。もう我らの命日がいつになるかと待つばかりです。机上にて最後の別れに、今でもしーちゃんのにっこり笑った姿が目に浮かぶ。高政、明日いよいよ出陣。7時半空母突入の予定であります。もう23時。明日は丸時に起きて出かけなきゃならぬ。月の明かりで各字がはっきり読めないためこんなになりました。月を明かりに我必陣。明日早朝出撃。高政の本会、これに優るものなし。必陣を期す。明日の出撃のため今晩を早く失礼いたします。最後の便りいたします。その後、お元気のことと思います。幸男も栄ある任務を帯び、本日出発いたします。必ず大戦果をあげます。桜咲く九段で会う日を待っております。どうぞお体を大切に。弟たち及び隣組の皆様によろしく。さようなら。1945年5月27日早朝、
千田さんの飛行機を整備していた整備兵の宮本軍曹の手紙によると、4時少しを過ぎて滑走路に現れた千田さんら隊員たちの顔は引き締まっていたという。確かいつもと変わった何者かを感じました。神々しいというか力強いというか。まだ周囲は暗く、朝霞が山や森の下の方を隠し、少しばかり寒かった。千田さんは宮本軍曹のもとに来て風呂敷を差し出した。宮本軍曹殿、弁当を食ってください。いいよ。君の朝飯だろ。でももう3時間も経てば突っ込むんだからいらない。今腹も減ってないですから。食えよ。腹が減っては戦ができんぞ。すぐでかい空母を食うんだから、弁当なんて食っては食いすぎで腹を壊しますよ。午前4時55分、指導の命令で飛行機が爆音とともに動き出し、一機一機と空へ飛び出した。千田さんは離陸直前、宮本軍曹を呼んで、家に手紙を出してほしい、と頼んだ。そしてにっこり笑って敬礼をし、出撃した。10機の特攻機が沖縄に向かい、9機が帰らなかった。僕はそんなに笑顔と思う。だからみんなは笑顔って言うんだよ。笑ってないですよ。笑ってないと思います。笑ってない。笑ってない。笑ってることは笑ってるよ。うん。笑ってるけどもね、だから心の中に決めてるものがあるんじゃないかね。強制的にこんな顔がこういう顔に笑えるかどうか、自分が強制的に笑わされたら分かるはずでしょ。強制的に笑うというのは子供さんでも強制的に笑ったやつは何か顔がちょっと普通の顔と違う引きつったような顔に映る。純粋にこういう似顔で映るというのは芯から笑ってる顔じゃないの。心を守るために、弟を守るために、その死に対する恐怖、生と死の壁を乗り越えたんだよな。こうやって友達同士一緒におればですね、前は言うてからこんな格好だろうと思うんですよ。最後のシーンだろうということで笑わせたと思うんですよ。本当の笑顔ですよ。あれが普通の顔、彼らの。我々はもうね、いつ出撃があるかわからないと言っても、そこで花札を引いたりトランプをしたりしてワイワイ騒いでいるのと同じ顔です。こういうのを見つけて、ただ彼らはこういうのを追っかけてね、騒いでる時に映された顔ですから。朝から晩まで苦虫噛んだことしておられるとですか。この自分やったらみんな笑うとるの。なんかおかしいことあったらブスッとしておらんもん。バカ嬉しくて笑うなんて人いないもんね。と思うよ。笑いって言われるから。だけどあの人たちのことだからね。ですかね。ほがらか隊で、そのほがらかにとにかく一言泣き言はしない。戦争が終わって70年の時が経った。かつて特攻基地があったこの場所に、今その面影はほとんどない。万世陸軍航空基地から飛び立ち、亡くなった10代の特攻兵は36人。ここだけではない。様々な特攻基地から10代の少年たちが命を懸けた。なぜ少年たちは壮絶な状況の中でも笑顔を絶やさなかったのか。強制か、洗脳か、本心か。おそらくそれは全てで、もちろん死への恐怖や無念さ、その葛藤と心の奥底で戦っていたに違いない。しかし少年たちが抱いた思いが、それを乗り越えさせてしまったのかもしれない。戦争は少年たちをも過酷な状況に追いやり、悲しい選択肢へと導いてしまうのだ。あの笑顔は、心優しい少年たちのありのままの姿なのではないだろうか。